ぶちのめせ。これは。それはテラさんの鏡です。テラさんはいつもこの辺りに座って自分の姿を見ながら鼻血を流しているんです。それを横から天彦さんがちょっかいを出していつも怒られてて、怒られるといえば猿川さん、足を上げて座るから理解さんがいつも叱って、フミヤさんはこの辺りで静かに本を読んでいます。いおりくんは台所で夕飯の支度かな。いい匂いがしてくるんです。楽しそうですね。湊仰せは思い出を危機として語った。彼が言う忘れ物とはやはり彼ら6人との仲に関するものだった。一枚の絵画、自分を除く6人の姿が描かれている。なんだ、すごい。君が描いたのか？はい。でもまだ完成してなくて、ここにクソの姿も描き足せなんて、あの人たちは無茶なことを言うんです。でも約束しちゃいましたから、最後まで描いてみせるって。だからこの絵だけは捨ておけないと。はい。特に意味はないだろうが、変な心変わりを起こされても困る。絵は要求通り研究所まで運ばせようとしたのだが。燃やす？なぜ？これがあると次に進めない。一人に戻れない。邪魔なんですよね、これ。けじめか。潔い。待ってください。ん？本当にいいんですか？約束したんでしょ？君？だってさっきあんなに楽しそうに話してた。あなたにとって彼らは大切な人たちなんだ。その約束を焼き捨てるなんて。そんなことしてあなた何も感じないんですか？何も感じない。だってクソだから。本当に？なんだ、どうした？これは博士、床からポールダンスのポールが出てきます。何？ここは元大使館別荘だぞ。なぜこんな仕掛けが？天童天彦じゃないか。セクシーアタック！カリスマたち、どうやってこの居場所を？これを使ったんです。カリスマレーダー。前にフミヤさんが壊しちゃったのを奴隷の僕が修理したんです。仰せさん、やっと奉仕させてくれたね。ほら、この契約書に捺印を。早くしなさいよ、あなた。指出して。指！仰せ、お前が本当に何も感じないクソ野郎なら、なんでこいつはこんなになってんだ？嘘はいけない仰せ君。最も自分の秩序を乱す愚行だ。きっとあなたはご自身を嫌う反面、誰よりも周りに愛情深い。だからこんなセクシーな絵が描けるのでしょう。俺たちはいつまでも待つ。お前がどれだけ嫌がったとしてもだ、バカ野郎。さすがカリスマ。まさか我々のレーダーを逆用するとは。ならば私もこの絶好機を生かさない手はない。暴力はやめなさいよ、お方たち。一網打尽、研究所へ運べ。待ってください。約束が違います。自分は何でもしますから。やめさせて。なぜわからない。私を信じろ。え？
君は話してくれた。災いの原因は全て自分にあったと。だからそれ相応の罰を受けるのは仕方ない。だが事実は違うだろう。君は何もしていなかったはずだ。何もしていないのに世間は君を虐げ攻撃したんだ。君はその理由を無理やり自分の中に見出した。そうやって自分を保ってきたんだ。私は違うよ、湊君。君という存在を尊重し守り、その力を生かす。私は君の味方だ。味方？違う、こんなの望んでない。違う、言わないと。言わないと。君は弱い。私の言うことを聞いていればいいんだ。そのクソ野郎もぶちのめせ。はい。ほら。キモ。私は君の味方だ。俺あれ知ってる。やべえやつだ。やべえやつ大変なことになるぞ。何マジでシャレになんねえから、みんな早く逃げろ。お前らも早く逃げろ。カリスマチャージ成功。素晴らしい。ヘルブレイク。はいはい、分かってますよ、そんなこと。はい、すみません、ごめんなさい。もう大丈夫です。言われなくても分かってますから。自分が一番よく分かってますから。晴れ元旦、こんなクソ吉がまた年を越してしまいました。ごめんなさい。10月31日晴れハロウィン、仮装してるゾンビでもいいのでこのクソ吉をかけらも残らず食いちぎってほしかった。12月24日晴れ、聖なる夜って何ですか？すみません、このクソ吉には不要です。6月14日大雨、誕生日。今日は何をやってもダメでした。生まれてきてごめんなさい。クソみてえな諦めの人生、まるで大工の地獄の現世、袋通しで無念のメタモルフォーゼ。生きていいよと思えるなんて、そんな日が来ることなどなくて、このままずっと血だらいの中で生きて。ヘルブレイク成功。